こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、BTS が所属している HYBE について、見ていきたいと思っているんですけれども、こちらはね、本当に私個人の見解であって、エンターテインメント性のある、本当に個人的なものになりますので、そちらの方をご理解いただいてご視聴いただければと思います。BTS がね、アメリカでオフラインコンサートを開催するだったりとか、ここ最近結構ね、大きな動きがね、あったりとかするので、ちょっとね、素晴らしい事務所さんがね、どんなものなのかちょっとね、見ていきたいなと思って、やってみようと思います。いいなって思ったことだけ受け取っていただいて、って思ったことはね、スルーしていただければと思います。個人的にすごくね、アイドルとかそういうのが全然興味なかったんですけれども、BTS を知ってね、こんなにすごい芸能事務所ってあるんだみたいなね、あんまりいいイメージはねやっぱりないじゃないですか、そういう業界に。なんですけれども、すごくすごいなっていうことが結構多々あったので、そうちょっとね、いつかは見てみたいなと思っていたんですけれども、今かなということで見ていきますね。過去、現在、未来から、どんな感じなのかね、ちょっと読み解いていこうかなと思っております。細かいことに関してはね、あんまり、わからないんですけれども、本当に、ただの BTS ファンぐらいのものなんですけれどもね、いろんな、ところの、そういうアーティストさんたちをまとめていらっしゃるぐらいのね、力をお持ちになられたりとか、とっても韓国のねエンターテインメントだったりとか、今後のそういうねアーティスト、そういうエンタメ系の、革命を起こしていくんじゃないかっていうのは、前々から思っていたんですけれども、本当にね、そんな感じになられていて、尊敬のみなんですけれども、そんなねHYBEさんの今のね、現状ですね、見ていきたいと思います。今どんな感じなのか、BTS の事務所のHYBEさん、今どんな感じなのかなんですけれども、やっぱり難しいですね読み方が微妙な感じが微妙な感じっていうのかな、すごい複雑な、感じを感じるんですね。こちらは運命の輪なんですけど、反対に出ていて、流れに身を任せるというか、自分たちのねやっぱり思う通りには全て動かないっていうのももちろんあると思うんですけれども、やっぱり、いろんな兼ね合いがすごく大変、でそういう対応が、今とっても大変だなっていうふうに、あるのかもしれないですね、事務所さん的に。だけれども、そういうのってねやっぱりいいことも悪いことも一時的で、こういうね大変なこともやっぱり日々、誠実に対応していくことによって良くもなっていくし、もちろん悪い時もあるであろうみたいなね、そんな感じで、こちらのカードが、前に進むカードなんでね、これねBTS を見た時にもみんな結構出てきたんですけれども、もうやっていくしかない、前進するしかないみたいなね、こういうアーティストの方々からしたら結構
気の大きい状況環境のね中でどういう風にやっていくのか、そしていろんな批判だったりとかもねもちろんあるじゃないですか。そのコンサートをねするだったりとか、そういうね、いろんなこうなんだろう、撮影だったりとかもね人がやっぱりいっぱいいますので、感染対策だったりとかでちゃんとしててもやっぱりこう感染してしまうだったりとかもあったりとかで、結構もう本当に大変なんだけれどもね、それでもやっていくしかないみたいなね、もう、できる限りのことをやって、自分たちは進んでいかねばならぬというかね、もうそんな感じでね、もう、私たちはやります、進んでいきますみたいな感じの、意思を感じますね。なのでやっぱり本当に、信頼のあるというか、その分のたくさんのねプレッシャーもありますし、背負っていらっしゃるものも大きいので、やっぱり進むしかないっていうのもあるし、それを、自分たちが持って進みますみたいななんて言うんでしょう、すごい覚悟、がすごいですね。で、こちらのカードが、こうなんかね他にもいろいろ進めていきたいプロジェクトだったりとかね、やりたいことっていうのは本当にたくさんあるんだけれども、やっぱり、順を追ってというか、本当に慎重に進まねばいけないっていうところでね、やっぱりその辺がこう複雑に、いつかは良くなると思っているし、悪いのはね今だけ、でいつかは良くなる。だけれども、やっぱりやれることはやっていかないといけないし、怖がって進まないっていうのは無理だし、だけれどもやっぱりこうすっごく慎重にやっていかないといけないっていうかね、めちゃくちゃ状況を、読んでね、空気を読んでこういろいろとこう、変な動きはしてはいけない。無理にプロジェクトを進めてもいけないしみたいなね、でも進まなくてはいけないしみたいなんで、本当になんかすごく複雑、慎重なんですよね。だからとってもしっかりと考えられているというところが現状から、感じられます。なんかね本当にすごいなという感じがしますね。一生懸命考えていらっしゃるってことですよね。でこちらがねアドバイスの欄になるんですけれども、どういう風にしていったらもっと良くなっていくかという欄なんですけれども、私がね、そういう風にアドバイスをするには多分値しないと思うので、これからこういう風にされていくのかなっていう感じですかね。多分最善を尽くされているので多分そういう風になると思うんですけれども、まずこちらのカードから、そうですね、安心安全な場所、やっぱりこういうね大変な状況なのでやっぱり無理なことはしないに限るじゃないですか。でコンサートもみんな求めているんですけれども、やっぱりこう暗黙の了解というか、もうしてはいけないものだってやっぱりこうねしたらもう感染が広がるんだからっていうので、みんなそういうふうにもう理解されているんですけれども、でもその安心安全だけにねこうとどまっているんではなくて、それを打破していくというか、そこからこうなんて言うんでしょうね、独立していく。会社の中にいたらこう会社のルールにね、沿って働いていたらやっぱり会社に守られるじゃないですか。社会のルールに沿っていれば社会に守られるじゃないですか。だけれどもやっぱり先陣を切ってやっていかねばならないというか、それをやることによって明るい未来がこう、開けていくことも分かっていらっしゃる。でもやっぱりみんなねそんなリスクを負いたくないのでやらないんですけれども、ハイブの事務所さんは、私たちが、こうそこを乗り越えねばならない。やっぱりこう最初にねやるとね批判は
すごいじゃないですか。でも成功させてしまえばやっぱりね認められていくというかね、あ、そうやってやればちゃんと大丈夫なんだねっていう風に認められれば、やっぱりこうみんながこう、明るい希望にねこう歩み寄ってきてくれるわけじゃないですか。でもやっぱり批判ももちろんね成功したとしてもあるわけなので、だからそういうすごい大変な思いをしないといけないっていうこともね分かっているし、すごい怖いことなんですけれども、やっていく。そうでもやった先にはちゃんと希望はあるっていうことでね分かっていらっしゃるってことですよね。で、次のカードスターの反対なんですけれども、こちらもねやっぱそういう感じなんですよね。こう、とっても心配していて、だから本当に本当にすっごく慎重にやられていくんじゃないでしょうかね。これからその、コンサートに関わらずね、いろんなプロジェクトですよね。新たなそのオーディションだったりとか、新たな、グループもね発表されていくと思うんですけれども、その一つ一つにねこんな時期ですので、やっぱりこうみんながねピリピリしている中ですので、いろんな意見があったりとかね、いろんな考え方が、あると思うので、本当に本当にみんながねこう、納得するなんていうのは無理なんだけれども、なんだろう、こうまず事務所の方々が無理のないように、そして、世間の皆様がこう極力ね、みんなは無理だと思うんですけども、極力こう嫌な気持ちになってもらわないで済むような方法をすっごく検討されているっていうのがね伝わってくるんですね。もうなんだろう、どうにかこうにか、希望だけ、光だけで済むような策を練り出しているってことですよね。もちろん影は付きまとうものなんですよね、光があるところにも。だけれどもその影を、まずね、自分たちで、背負うというか、背負うじゃないんですよね。なんだろう、先払い、されようとしてるのかな。なんかこうギブアンドテイクじゃないですけれども、ね、やっぱりこう等価交換、で、こうそれなりのことを得るんだったらそれなりのことを差し出さねばならないみたいなね。でも先に、こちらが差し出してしまえばやっぱりそのリスクがね最小限で抑えられたりとかあるので、こう今すっごくこう慎重に、いろんな手続きをされていらっしゃるのかなっていう感じがしますね。はい。で、こちらのカードが、本当は何でもこうできるというか、なんていうの、完成されていらっしゃるんですね。いろんなことがね。完成している。だからこそ、本当に本当に、これもね、また同じようなことになるんですけど、本当に慎重に、最終確認というかね、本当にそれで進めて大丈夫なのかっていうのを、はい、一旦ね、こう、練り直し期間、みんなやっぱり自信を持ってプロジェクトを進めてきたんですけれども、その自信を一旦、なくすんですよ。それによって、本当に大丈夫かっていうような見直しをしたりとかね。だからなんかすごいですよね。やっぱりあれだけ大きなねことを成し遂げたりとか、いろんなすごい方たちとの、影響をね、関係をね、持たれているので、やっぱりすごいこう慎重尋常じゃないですね。でこのカードもね本当にこっちの次のカードも同じようなことにはなるんですけれども、こう変なことは絶対にしない。そして慎重に皆さんと、より良くしていくために、やっていくっていうのが伝わってきます。そうですね。誰も悲しませたくない。みんなと仲良く、なんだろう、こう難しいな言葉が自分たちの利益だけを考えてる
っていうのは全くなくて、本当にやっぱり会社なのでね、やっぱり自分たちの利益とかっていう風に、考えたりとかあると思うんですけど、そういうのじゃなくて本当に最前線に皆様と一緒にっていうのが、やっぱりあるっていうことなんですよね。だから考え方として、どうすれば商売がうまくいくかじゃなくて、どうやったら皆様と一緒に、うまく進んでいけるのかっていうね、それが、ビジネスね、いろんな他の他事務所さんだったり、テレビの関係者の方だったりとか、そういうお偉いさんだったりとか、っていう方もそうなんですけど、ファンの方だったり、そして世間の皆様だったり、そんな、全てのベクトルにね、皆さんに対して、一緒にやっていきたいと思っているっていう風なことがね、伝わってきます。はい。はい。で、過去のね、影響を見ていきます。過去どんなことがあったのか。はい。過去に、そうですね、なんかね、こう、悟りを開かれた。多分ね、BTS のみんなも人としてすごくしっかりされているじゃないですか。こう、事務所の、ちゃんとした方たち、そういう、役職のある方たちとかっていうか、メインの、方々っていうのは本当に皆様悟られているというか、ありのままの自分でいらっしゃる。なので、本当の能力を発揮できるというか、誰にもこう自分たちの才能をこう小さくすることなく本領を発揮されている。そこにでもたどり着くにあたってはやっぱりめちゃくちゃすごい、苦労、困難、試練障害を乗り越えてきたからそうなったんだと思うんですね。みんな、やっぱりこう潜在意識と顕在意識の自分にこう苦しんだりとかして、やっぱりこんなことしたら、嫌われてしまうとか、あんまりよく思われたりしないっていうことがね、みんなこうそういうことによって自分の才能にブレーキをかけたりというか、自分のね光を小さく、してしまったりとかあると思うんですけれども、多分そういうみんながみんなでね、そういう風にやっていきましょうっていう風に協力してやっていかれて、みんながみんなありのままの自分になって、自然体になって、皆様が、一人一人が持ち得る才能を最大限に発揮できるようになったみたいなね。だからやっぱりこう、一皮向けていくにはね、いろんなこう、問題をね、たくさん、こう、乗り越えて、なので、やっぱり大変なことは本当にたくさんあられたと思います。そう。出会いがあれば別れがあるみたいな感じでね、素晴らしい自分に出会うためにはやっぱり、こういろんな大変な状況だったり環境だったり、自分を嫌いにならないといけないような、ことだったりとかあったと思うので、BTS も解散危機とかもねあったりとかしたように、多分ね事務所の方たちも幹部の方だったりとかももう自分たちにはダメなんじゃないかっていうようなね思ったりとかするようなこともあったと思うんですけど、それがあったおかげでね、もう完璧な自分になれたというかね、それを乗り越えられたから、そんないろんなね影響はあったと思うんですけど、それのおかげで、今本当に素晴らしい、自分自身と出会えているっていうような感じがします。で、こちらは本当に事務所の中で悪影響が起きてしまうような人たち、っていうのはやっぱり関係が終了された、過去にね、結構急に大きくなってしまったりとかそういうところって、人がいるので、こうもともとファミリーみたいなチームでね やられていたところが急に
席拡大、になって、新しい人を入れて、なんかそこでその新しい人に変な人がいて、こう技術を盗まれてとかそういうのとか結構あったりするじゃないですか。そういう個人のお店とかでもね。なんかそういうのがね、やっぱりあったと思うんですよ。変な人、だったり、こうなんだろう、詐欺まがいじゃないですけれども、なんかこう、今、波に乗っているこの事務所にね、こう、うまいことをつけ込んでやろうみたいな人たちとかも必ずいたと思うんですけれども、本当にそういう人たちとは、すっぱりと、離れることができました。できましたって出ているので、トラブルに発展しそうなことだったり、もしくは発展したことだったりとかね、結構いろいろあったのかもしれないですね。でも、やっぱりちゃんとしている人がね、残っていらっしゃるというか、乗り越えてこられた方がね、いっぱいいらっしゃると思うので、やっぱりそういう人たちっていうのはわかるのでね、ちゃんと対応されていった。それも含めて、より良くなっていったっていうのがあるのかもしれないですね。で、こちらは本当に満たされているというかね、愛に溢れていて、そして経済力も溢れていて、なんでしょう。私たちは BTS にね、興味があるので、BTS の情報しか、知らないんですけれども、メディアもね、やっぱりこう、食いつくものを出してきますので、なんかこう、募金したりだったりとか、なんかそういう慈善活動だったりとかね、こう、需要があるものしか発表されないので、なんですけれども、事務所の中の方々、たちもみんなとっても本当に豊かで、そういう活動をね、やっぱりこう、そういう人がいるから BTS もね、そういう風にしていく。で、BTS がしてるからそういう会社の人たちもしていくみたいな感じで、本当にやっぱりこう、温かい人がいるっていうことは、温かい人たちが周りにいるってことになるので、本当に事務所の方たちも、皆様が満たされていて豊かな方、本当になんだろう、もう母のようなね、みんながみんな、こう、お母様のような愛のあふれた、お気持ちを持たれているというような感じでね、とっても、過去にやっぱりいろいろ大変だったので、今ね、とってもいい状況っていうのが伝わってきます。はい。で、周りの状況なんですけれども、はい。こちら見ていきます。はい。そうですね。周りの影響というか、事務所の話になっていますので、なんて言うんでしょうね。世の中からの、こう、どう思われてるかだったりとか、他のね、そういう、ビジネスの方たちからどう思われてるかっていうことだと思うんですけれども、そうですね。なかなか難しいカードが出てますね。やっぱりこう大きいところなので、いろいろ複雑なこう思いをね向けられるのはあると思うんですけれども、そうだな本当にすごいと、めちゃくちゃすごいと思われれば、その分反対のエネルギーももちろん、思われるんですね。やっぱりこう表に立つということは。はい。なので、やっぱりこう、なんだろうな、ニュースとかにね、出るようになったりとかすると、やっぱりこう、興味のない人にまで目に映ってしまうのでね。そういうことも、浮かんできますし、なんだろうな、もちろんよく思ってない方もいらっしゃると思うんですね。なんかどこかの事務所がね、こう、ハイブとのなんかそういう契約を、やめたというか、その拒否したっていうのかな、なんかそういうのも、見たことあるんですけれども、よく思ってない方ももちろんいらっしゃいますけれども、ハイブのこの素晴らしいね、世の中に与えている影響によって、この音楽業界が生まれ変わっていくんじゃないかって期待されている方もいれば、もう潰れるだろうなって思ってる人もいたりとかね、なんかこう言うてる間に潰れるだろうとかね、そういうふうに思っている方もいらっしゃったりとか、なんか本当に多種多様な意見がこ
あるのかなっていう感じですね。でやっぱりうまいこと使ってやろうというかね、そういうやましい気持ちで、近づいてこられているというか、そういう風に見られている方ももちろんいらっしゃると思います。やっぱりいいお金になるだったりとかね、そういう風な方もいらっしゃると思いますし、やっぱりアイドルを抱えていらっしゃいますので、そういうやましい気持ち、色恋のね、気持ちを向けられている、やっぱり、所属している方に対してなので、やっぱり事務所に対してっていう風にね、そういう気持ちが事務所に飛んできてるっていうのがね、あるんでしょうね。はい。だったりとかね、結構本当にすごい複雑だなというような、はい、感じが見て取れます。はい。そして、そうだな、同業者の方たちとかだったら、ちょっと、同業者っていうか、なんて言うんだろう、同じ業種の方たちとかだったらやっぱりよく思わない方っていますよね。すごい成功されている方に対して自分たちがあんまりうまくいってなかったりとかしたら、なんだよあいつ偉そうにみたいなね思ったりするじゃないですか。なんかそういうのもねちょっと取れるんですよ。だからやっぱり華やかだけではなく、すごく、大変な、まあ当たり前なんですけどね、こういう風になっていかれるとね、なんですけど、やっぱりそういう風にも思われていらっしゃるので、結構そこに対しても愛を持って接したいと思っていらっしゃるところもあるので、だからどういう風にすれば、よく思ってもらえるんだろうっていう風な感じは、考えていらっしゃると思うんですよね。なんか言われるのは仕方ないよねって分かっているんだけれども、どうしたら、みんなでね一緒にやっていけるんだろうかなみたいなね、でもそれすらもやっぱり嫌な人からしたらね、何を偉そうに言ってね思われてたりとかあるのかもしれないですね。なんかそんな感じをね感じます。はい。なんかいろいろありますもんね。はい。はい。で、こちらが、事務所の本心。はい。本心ですね。本心。こちらのカードから見て取れるように本当にいろいろ考えてます。慎重。で、どっちもね、スピリチュアルな意味もありますし、いろいろ工夫していくというか、魔法のような、奇跡を望んでいる。本当は何でもできる気がするんだけれども、それだけではダメだっていうことを、とっても実感している。いろんなね影響でね、だから多分コロナとかがなければもう本当にめちゃくちゃ進んでいたことがねたくさんあるぐらい、本当に技術だったりとかチームだったりすごい順調に進んでいたんだけれども、どうしてもね、進めなくなってしまったことが、やっぱり何か考え直さねばいけないのだろうかなみたいな感じで、ちょっとやっぱり自信をなくすっていうのかな、見直さなきゃいけないのかなってね、自分たちのやってきたことは完璧だったし、これからやろうとしていたことも完璧だと思っていたんだけれどもね、こういう風に大きく変わってしまったので、やっぱり何か考え直さなければみたいな、なんかそういううむみたいな感じで結構考えているっていうところですよね。元に戻すというか、元に戻るって言っても
このコロナの前のコンサートができて、みんなでワイワイっていうような元に戻るとかじゃなくて、全ての人たちを正しい位置に戻したいというかね、なんかこう、BTS の発信するメッセージだったりとか、Tomorrow by Together もそうですし、他のグループもね、こうハイブに統合してから、ちょっとこうスピリチュアルメッセージを深く入れたね、ものが増えたりとか感じられますので、みんなに対してこう世の中に対して、本当の自分を思い出してほしいみたいなメッセージも届けているようなね、こうみんな生まれたままの姿に戻ろうよみたいなちょっと表現が難しくてごめんなさいね、急にスピリチュアルになるんですけれども、生まれたままの姿、こう嘘じゃないんですけれども、みんなこう世の中に合わせて今生きているじゃないですか。やっぱり制圧されているっていうのかな。現実に生きている人がたくさんいるわけじゃないですか。だけれども本当の自分を、思い出してねみたいなね。だから、ユングだったりとか心理的なね、みんなそれぞれこういろんなトラウマをね抱えたりとかして本当の自分を見失ってしまったりとかねあると思うんですけれども、そういうのをね、世界中のこう全ての人にこう元に戻ろうよっていうのを伝えたいみたいなね、なんかそんな感じも、伝わってきます。だから奇跡を起こしたい、みんなに魔法を伝えたい、魔法を見せたい、なんかそういうのが、本心としてあるということですよね。はい、なんかそんな感じがします。で、これから先の未来のところをね見ていきたいんですけども、1、2、3ヶ月後です。こちらが今9月、もう10月なので、10、11、12月、はい、年末までの間どういう動きがあるのか見ていきます。はい、いいカードが出ました。年末まではこう様子を見るというか、本当に、今私たちが信じていることを信じていいのか、様子を見ますみたいなね。だからオフラインコンサートをもう本当に恐ろしいじゃないですか、今ねやるなんてね。だけれどもやってみる、自分たちのやり方が正しいのかどうかちょっと見てみる。で、これで本当に心配なくできたら、事務所の平穏も保たれるし、アーティストのねみんなの心の平穏も保たれることになるし、だからすごく平和で喜びを、追い求めていかれる。で、様子を見ていきたいというところで慎重にこういろいろ本当に、だからみんながやりたいねって思っていることを進めていこうとされているのかな。恐怖に支配されるのではなく、平和と喜びの方をね、優先していきたいというところで、やっていきたい。そう、ハートを大事に、だからどう感じるのかを大事にしたいみたいなね。考えたらコンサートしない方がいいって思うじゃないですか。それで終わりじゃないですか。でもねやりたいんですよ。みんなねやりたいんです。で、ファンの方たちも他の関係者の方たちもね、音楽関係の人たちもやっぱりそういう機会があるとね嬉しいんですよ。なのでそちらをちょっと優先的に進めていきたいということですね。それに伴って多分すごく、こう支援してくれる人がいるんじゃないのかな。めちゃくちゃだからそう頭のいい人というか、どういう風にしていけばこう間違いなく、やっていけるのかっていう方がこう支えてくれているとか、教えてくれている、そういう知恵を与えてくれているっていうのもね伝わってくるので、うまいこといくんじゃないですかね。急にめっちゃイントネーションが出ちゃった。なんかそういう感じがしました。で次が3、4、5ヶ月後、4、5、6ヶ月後か、半年、1、2、3月になります。1、2、3月の
どうなっていくのかっていうところなんですけれども、タワーのカードなので、暗い方に出てないので、なんかこう喜んで旗を振ってる風に見えるんですね。わーいっつっておめでとうみたいな、タワーが崩れていくっていうカードなんですけれども、牢獄のようなね、このコロナ禍、っていうのがこう終わりを迎えていくというか、 BTS、元いハイブのこう働きによって、みんなのこの情熱というか、感情の方をね優先することによって恐怖に打ち勝ち、こんな大変な時だし、危険だけれどもやっぱり私たち自分たちの感情っていうのはどれほど大事なのか、で、やるべきことを本当にやってちゃんとしていけば、やっても大丈夫なんだなっていうか、なんかその結果を出してみんなに称賛されるっていうか、今までこう積み重ねてきたみんなのこの守り、のものをぶち壊していく。だからやっぱりこう、人と人があってはいけないみたいなね、なんかこう簡単には戻らないんですよね。なんか新しい形にはなるんですけれども、今みたいなこう閉鎖的なんだったりとか、人と人が顔を合わせることに対して恐怖を抱いたりとか、そういうことはなくなっていくみたいな感じが、感じるので、それはやっぱり感情、喜びと平和を信じたハイブのおかげというかね、そういう選択をしたハイブがあったからこそみんなにちょっと伝えることができていくというかね、もちろん全ての人には届かないと思うんですけれども、こう伝わる方には伝わっていく。そして、ゆっくりと動いていくような感じがします。はい。思考じゃなくてね、やっぱり恐怖だったりとか不安だったりのは思考の方からやってくるものなんですよね。だけれども感情っていうのが、優先的にね、こう大切に重きを置くことによって、正しい道に進んでいけるのかなっていう感じがします。はい、進んでいかれるのかなっていう感じですね。もちろん大きな変化があるので、いろんな苦しい状況はあると思うんですけれども、それでも、自分たちの情熱というかね、そういう方を信じていくというか、はい。でちゃんと応援してくれる人もいることを分かっているのでみたいなね、なんかそんな感じですね。はい。で結果ですね。結果がいいですね。夢の再臨、新しくやり始めていく、復活、復讐復讐って言ってもなんかこういい意味でね、こうやりたかったことを正しくやり直していきましょうみたいなね、答えとしては合っているんだけれども方程式を変えていこうみたいな感じなのかな。ちょっとやり方を見直して、修復してやっていく。そうなんかそんな感じ。はい。で更新、新たなやり方でね、やっていける。そうやっていけるんですよ。でもちろん痛みは伴うんですよね。誰もやったことがないやり方だったりとか、その安全安心を、保証されていない道を歩くだったりとか、やっぱり険しくて辛くて痛いことはたくさんあると思うんですけれども、でも新しい目で見てみるとそういうところにやっぱりこう誰も見たことがない素敵なね、だからこう誰も通ったことがない山道とか通っていったら誰も発見したことがない素晴らしい綺麗な花が咲いてたりとか、なんかそういうことがね、見つかるかもしれない、そういう風に、なっていくというかね、でそこでやっぱりこう誰も通ったことがない道をね
通って目的地までたどり着いたらすっごく自分に自信がついたりとかね、自分って何でもできるみたいな風になったりとかあるじゃないですか。なんかそんな感じで本当に、事務所さんが、素晴らしい業績を残すというかね、なんかそんな感じがします。はい。いいカードなので全然大丈夫かなっていう感じがします。で、裏最終結果が、こちらもねいいカードなんですけれども反対なんですね。でもいいカードの反対なので別に悪いのは全くないんですよね。本当に希望は見えているというか、希望があるんですよ、そこに。ただもう少し、ちょっと耐えなければいけないっていうか、頑張っていかねばならないんだよっていうか、気を抜かずに、やらないといけないし、くじきそうになる時もある、ね、自信をなくす時もあるみたいなことがあるんだけれども、焦らずに今は、蓄える時、そして正しいやり方でねずっと進んでこられていると思うので、結果が絶対残るので、ちゃんとご飯を食べて眠ってしっかりと進めていく、順調にね進めていくことでもう間違いない、みんなも心配ないよみたいなことをね、伝わってきます。はい、そうですね。なるほどそんな感じでした。はい。でね、ちょっとね伝わりにくいというか、ピンとこないというか、やっぱり大きなね事務所を見てみたので、ちょっとね補足でね見ていきたいと思います。どうやって見ようかな。今後どうなるのかで見ますか。はい。これBTS 見た時にも3枚引いたのでちょっと見てみますね。はい。皆さん伝わってますかね。大丈夫ですかね楽しんでいただけてますか。はい。イエスが出ました。はい。皆さんが今ね、ハイブさんに対して思っていることっていうのがイエスってことになるんですね。だから大丈夫かなって私多分言って引いたと思うんですけれども、大丈夫ってことだと思います。はい。宇宙の言葉からね、事務所に向けてイエスっていうのもありますし、視聴者の方たちもハイブに対して思っていること、こうなのかなっていうポジティブな、期待っていうのはイエスってことをね、伝えてきています。で、こういう風に私もした方がいいのかなとかね、私たちもコンサートに行けますかとか、 BTS にまた会えますかとか、他のグループたちもね安心して活動していけますかっていうのもねイエスっていうことでね伝えてきてくれているのかなというような感じがします。はい。でなるほど。そうですね。やっぱり素晴らしい活動をされている方っていうのは、宗教とか関係なくね、やっぱり神様が見守ってくれているというか、宇宙が、味方してくれるんですよね、やっぱり。はい。で、そういうこともね、伝えてきてくれていて、正しい指導者のもと、ちゃんとした、働きをして、みんなが認めている、わかりますかね、偉人というかね、天の偉い人、宇宙の方たち、が、認めている。なのでガイドさんっていうのかな、ガイドさんたちが神の御子を与えているというか、うまくいくようにサポートが入っていらっしゃるっていうのかな。なんかそんな感じなんですかね。で、最後のカードがシェア・ヨア・ボイスなので、これからたくさんもっといろんなことをお伝えしてくれるんじゃないでしょうかね、事務所さんがね。もっとあなたたちに伝えたいことがあるというか、みんなに知ってほしいことがあるというか、そうね。だからアーティスト、アイドルの皆様の楽曲を通してだったりとか、ダンスを通して、その生き様だったりを通して、
皆様に、いろいろ伝えたいことがある、みたいなね、そう、希望のある若者たちにこうね、やっぱり伝えていきたいからっていうので、こうちゃんとユニセフ国連のね、スピーチにも行かれたりとかね、そういうのがあるので、伝えたいことがあるので、いろんな方法で伝えていくので、ということをね言ってきているのかな。で逆にね、私たちその世の中の私たち、そうファンの皆様、たちも事務所に対して、伝えたいことを伝えてきてほしいっていう風にも感じられます。はい、そうみんなでこう共有していきましょうっていうね。でやっぱりこう、正しい働きをしているハイブさんについてくるファンの方たちっていうのはやっぱりそこに、宇宙が味方してガイドしている。でそこを応援している皆様っていうのがあるので、やっぱり、その皆様に対しても、宇宙は味方をするわけなので、安心してみんなついてきてくださいということですね。で、その信頼があるのであればそういうふうに信頼関係ができるので、そう、嫌な気持ちでこう批判したりとかっていうシェアはダメですよ。はい、それは合わないってことなので、撤退すればいいんですよ。あなたが会うところに、行かれればいいので、何か気になることはねシェアしていいんですけれども、私は気に食わないんだとかね、そういうやり方が嫌なんだとか、そういうことは、あなたが身を引いてくださいということで、だけれども本当に伝えたくて伝えること、心からこう思って伝えることはぜひ伝えてほしいということですね。はい、そうなんかね疑問だったりとかは全然いいと思うんですよ。はい、なんかそういう風な感じで、お互いに伝え合っていきましょうみたいなね、感じで、はいということなんですよね。ちょっとこういうね、リーディングも初めてなので、人相手じゃないのでね、なんかこう次はね、はい、難しいというか伝わりましたかねっていうのが心配なんですけれども、ちょっともう一枚だけねこれもね引いときたいっていうのがあるので引いてみますね。これはそうだな、結果っていうか今のハイブのカードっていうので見ていきますね。ガイドブックからいただいていきます。エントンブ難しい。埋葬、埋葬、創造主の意識、神聖なる境界線。やっぱり宇宙とつながっておられますね。はい、宇宙と地球で、こういろいろ規約が全く違うんですけれども、これから先はハイブがやられていることで結構宇宙寄りのことなんですよね。なので、宇宙からいただいたメッセージをこの地球の皆様にお伝えして、より良くしていくというか、素敵にしていきたいっていうところでいろいろ得られているところで、関係性、協力体制、だから本当にいい意味で世界すべてを支配していくというか、世界征服が始まっていくというか、ただの語弊があるかもしれないんですけれども、民主主義というような意味の支配とかでは全くなくて、皆様が皆様それぞれ完璧になっていく、宇宙的な支配っていうんですか、個々が全てつながっていくような
ことを、助けていく。ちょっとこれに関しては難しすぎるんですけれども、本当に今、皆様がみんな、平和、幸せ、そういうことに、なっていけるように、本当に壮大なプロジェクトっていうのかな、みんなが幸せになりますようにみたいなことなんですよね。それを本当に思っていて本当にしようとしている。そう、みんな家族、みんなファミリーみたいなね。綺麗事じゃなくて本当にそういう風に、こうスピリチュアルだったりとかを知っている方はね、ワンネスというかね、なんかそういう感じでなんとなくわかるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そうみんな一つなんですよね。でそういうことをこうちゃんと伝えていってみんな知っていただいて、この今存在している全ての人たちの、目を覚まさせて、最高にしていきたいというか、これはなんだろうな、このぐらいにしておこうかな。なんかね、ちょっとマトリックスのようなね感じもしますよね。そう結構そういうコンセプトもね、ミュージックビデオとかね、載ってたりするので、気になる方はね、私リエッペさんっていう方のブログを見てね、スピリチュアル入門したんですよ。BTS スピリチュアル入門して、でこういうところにまで来たんですけれども、もし気になる方っていうか、何を言うてんねんって思われた方はね、よかったらそちらのね、記事とか見ていただいて比較していただいたら、なんとなくこうまた帰ってきていただいたらつながっていくこともあるかなと思うんですけれども、本当になんかそんな感じで、普通の人たちには何がしたいのって思うことを今されている。でもいずれみんなに分かるようになっていくと思うっていうようなこと。なので、理解できないっていう人は、理解しないでください。そういつかあなたにも分かるように、こう見えない場所で進めていっておりますということですよね。だからなんかそういう言い方をすると怖く感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、本当になんだろうな、なんかすごいことを、ただ、皆様が良くなるためにこういろいろやっていく。でそれを受け入れたくない人もいらっしゃるので、小出しにしているというか、伝わる人にだけ伝わればいいなっていうように今は、実行されているということですよね。だから潜在的な部分でこういろいろ進めてこられている。なので、そういう、ハイブに関わるアーティストさんのね、夢とか、結構見られたりとかして、なんか不思議なこう気持ちになったりとかね、感覚を覚える方も、いらっしゃるのではないかなという感じがするんですけれども、なんのこっちゃっていうことにね、結局たどり着いてしまいましたね。すいません。そんな感じなんですけれども、理解していただけましたかね。すいません。スピリチュアルにめちゃくちゃ行ってしまって、日本語がね不自由になってしまったりとかあるんですけれども、楽しんでいただけていたらと思います。今日のね、リーディングをねこのぐらいにしておこうと思いますが、楽しんでいただけたよってねいう方がいらっしゃったら、ぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、していただけますと、嬉しいです。では、またねこういろいろ進んでいったら、こういう見方もねしていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。長い時間ねありがとうございます。またよろしければ、お会いしましょう。それではバイバイ。